回の産業まとめ。国安法での逮捕と保釈。世界の反発。日本政府の抗議と中国政府の反応。香港国家安全維持法、通称国安法違反の疑いで逮捕されたリンゴ日報の創業者黎智英氏や香港民主の女神周庭氏ら数人が相次いで保釈されたことが分かりました。黎智英氏の2人の息子である黎健恩氏、黎陽恩氏も先立って保釈されました。保釈金として20万香港ドル、約270万円の支払いとパスポートが没収されたと報じられています。彼らの携帯電話、PC、文書の一部は証拠品として押収されたようです。今回の逮捕劇に対して世界中が声を上げ、中国政府を圧迫してきました。英国ボリス・ジョンソン首相の報道官は、これは国安法が反対派を黙らせる口実として利用されていることのさらなる証拠。報道の自由は中英共同宣言と基本法で明示的に保障されており、国家安全保障法第4条で保護されるはずだ、と指摘しました。マイク・ペンス米副大統領もツイートを投稿。香港での黎智英氏の逮捕は、世界中の自由を愛する人々に深く攻撃的であり、侮辱である。米国は黎智英氏と香港の自由を愛するすべての人々と共に立ち向かい続ける、としています。EU の外務報道官は、国安法が香港の表現の自由とメディアを抑圧するために利用されているという懸念を引き起こすものだ、と批判しました。中 EU 中国の報道官は、EU 側は無責任な発言をすることで、香港問題と中国の内政に公然と干渉している、とし、中国はこれに断固として反対している、と反論しています。日本政府は菅官房長官が、重大な懸念を有している、と中国政府を厳しく批判。これに対して中国側は、いかなる外部勢力の干渉を許さない。現実をはっきり認識し、立場をわきまえるよう日本に促す、と厳しい姿勢を崩しません。編集書簡。今回の概要。中国共産党政府の指摘。一国二制度の最後。諦めない。継続監視。支援。中国共産党政府の問題点は、彼らの指摘が香港人を含む中国国民ということ。彼らの最大の脅威は世界の民主主義国家でもなく米国でもなく、自らの人民であり、彼らに対して最大限攻撃し、抑圧することを重要視しています。これは砂上の楼閣にそびえる独裁国家の常であり、兄弟国家である北朝鮮も全く同じです。北朝鮮と比較して中国は幾分開かれた印象を与える国ではありますが、それは日本や米国からの視点であって、他の国からすれば両国は同じに映るでしょう。このような国家とまともに付き合えというのが土台無理な話であって、巨大な市場と資金のために目をつぶってきたのがこれまでの世界各国の対応と思います。経済が重要なことは重々承知ですが、そのために、金のために魂を売るのかと問いただしたくなります。今回釈放されるとは思いませんでしたが、世界中の支援の声や、おそらく香港内、そして香港以外の中国国内からも多大な支援が寄せられた結果だと思います。こうした支援の手を差し伸べた人たちが掴み取ったわずかな勝利であると思います。しかしこれは保釈に過ぎず、いずれ裁判が行われて何かしらの刑を受けることになるでしょう。戦いは終わっていません。12月には判決が下されると見られていて、最高刑は無期懲役となると言われています。今回の一連の事態は香港政府が行ったものではなく、中国政府が香港に対して行ったということでこれまでとは全く圧力が違います。これは一国二制度が一国一制度になるということを示唆していると思いますね。一部の支援コメントには、彼らは国外に逃げて活動すべきだというものがありますが、彼らはそこで命がけで戦ってこそ意義があると感じているようです。そこは理解してあげてほしいですね。その危険を顧みない姿勢が訴える力を強めていますし、共感を呼び、支援を呼び込んでいるのです。私は以前、香港の夢は終わったとしましたけど、最終的に完全に終わるまでにはまだいくつかの段階があると思います。一つはメディア。これが中国国内と同じになれば香港の終わりです。今は香港メディアは中国の直接的な指導を受けることなくある程度自由に報じています。中国メディアを見たことがある人はわかると思いますが、いくつかのサイトを見ても内容は全く同じ。主要部分は並びも同じです。香港メディアのトップニュースが習近平の動静になれば香港メディアは終わったと思ってください。そして話が前後しましたが、民主化の活動家が香港で活動できなくなれば香港は完全に終了です。なくなります。ただの一地域になります。
これが一国二制度の完全な終了になるでしょう。米国は台湾を通じて反抗的な態度を鮮明化していますね。幸いなことに蔡英文政権は戦う姿勢を明らかにしています。繰り返しますが、これは世界と中国の戦いであり、民主主義という価値観の戦いです。我々はこれに断固勝利すべきです。諦めそうになりますが、彼らが戦いを続ける以上諦めてはなりません。天安門事件以前の反日が始まる前の中国のイメージしかない親中の人々はこれを機に現実を見て認識を改めてほしいものです。そして私がぶっとい釘を刺したいのが隣国韓国です。香港の活動家は80年代の韓国の民主化運動を先輩たちの戦いとして敬意を表してきました。しかし人権派弁護士であるはずの大統領が率いる韓国政府の今の対応は何ですか？メディアの反応は何ですか？中国にこびて恥をさらしているとしか思えません。国会議員もだんまりです。声を上げたのは赤いワンピースで物議を醸した議員くらいじゃないですか？まあ韓国を批判しても仕方がない。日本はこのようにならず、中国にどれほど脅されてもこの件に関しては断固とした態度を続けてほしいです。その態度が取れないならいかなる政権も支持しません。支持する価値はありません。香港って大変なことになってるんですね。涙出ます。終わったと思いましたけど、まだ最後の最後で踏ん張り続けているという印象を受けますね。中国ってとんでもない国なんですね。怖くなりました。基本北朝鮮と同じだから。そうだったんですね。もっと普通っぽいところかと思ってました。天安門事件のことも、最近調べて初めて詳しく知りましたよ。学校でやらなかったの？今頃の学校教育どうなってるんだろう？覚えてないですね。世界史専攻しないとやらないんじゃないですか？まあそれはいいや。シュウテイさんって日本語話せるんですね。ちょっと怪しいですけど。ああ、単なるアニメオタクで独学で勉強したらしいですよ。YouTube チャンネル見るとアホっぽい普通の女の子です。アホっぽいんですか？そうですね。多分動画を見るとものすごく普通でみんなずっこけると思います。普段は普通の女の子なんですね。プライバシー保護やセキュリティ関連の動画は内容がしっかりしていて日本人も学ぶべきだと思いましたけどね。難しい話が始まりましたね。今回は初めて自主的に差別的なコンテンツと申告してアップします。広告制限つくけど。差別的ですか？これ。わかんないけどたまに YouTube の調査員にヘイトや差別だと判別されるんですよ。それ、中国人に通報されてるんじゃないですか？そうかもね。だから前もってやっておいてみる。初の試みです。儲からないですね。もともと儲かってないからいいよ。生計のために必死にやっているわけじゃないから。儲けましょうよ。儲けるならコピペ記事とコピペコメントだけ読み上げて派手なサムネイルつければいいよ。1日数本作れるし。儲けたいな。存在価値ないでしょ。そんなゴミ動画の量産。ゴミでも儲けたいです。ベトナム人が最近それをやってますよ。テレビ番組の違法アップロードで儲からなくなったから。だからそういう動画を見たら全部ベトナム人だと思ってください。日本人もいるでしょ？別チャンネル作ってやれば儲からない？やらない。商売下手と言われてもやらない。お金で魂売りたくないわ。このチャンネルも韓国はただのお笑い担当で本当の敵は中国共産党なので、そういう意味では米国政府と価値観を共有しています。アメリカ批判してますけどね。対中国だけは共闘します。米国のやり方はむちゃくちゃだけど、ここまで世界を導いた功績は評価します。トランプさん？そういうことになりますね。別にトランプ支持じゃないけど。中国って本当に怖いんですね。何も知らなかったです。まあ中国人に罪はないですからね。不幸にも中共の教育を受けてしまっただけで。でもネットではすごい日本批判とかしてますよね。あれは中共にこびれば就職などで有利になると信じてるか、それともどっぷり盲信しちゃったかでしょうね。就職のためなんだ。関係ないと思うけどね。でも彼らも必死なのよ。きっと。社会奉仕活動と同じような感じなのかな。韓国の大学生の反日運動もそれでしたっけ？慰安婦のね。あれは結局騙されて利用されたってことでもう終わりなのかな。政治的なのは難しいですね。学生の就職とかよくわからないや。客観的には意味なさそうだけど。最近夜足がむくむので、
100均の着圧ソックス履いてます。着圧ソックス？ちょっと締め付ける感じのソックスで、それを履くとむくみが抑えられるみたいです。むくむっていうのがよくわからない。何回かなったことあるけど。むくまないですか？夏は特に。むくまないね。なんでむくむの？よくわからないです。エアコンで冷えるからかも。この前、足つりそうになった。小村帰り。それって水分不足じゃないですか？冷えすぎか。そうかも。まだ違和感ある。ソックス履くといいですよ。それと私は腕にアームカバーして寝ます。腕が冷えないように。アームカバーって何？袖だけみたいなの。ああ、日焼け防止用の。そんな感じです。私は寝る時だけで会社ではしませんけど。ほら、おしゃれさんで通ってるので、アームカバーはちょっとダサいですよね。そこでおしゃれアピールいる？おしゃれなので寒い時は可愛いカーディガン着てます。カーディガンとかジャケットとか。10着くらい会社に置いてあって、会社の共有ロッカーは私の服がたくさんかかってますね。共有ロッカーを私物化してる？誰のかわからないから大丈夫。会社はやっぱり寒い？温度設定がおじさん向けなので、勝手に変えたりしてますけど。大変だね。私もデザインの学校行ってた時かな。初めて足元が寒いっていうの経験した。膝掛け欲しくなったよ。冬は膝掛け必須アイテムですね。いるね。もう冬の記憶ないけど、家でも寒かったと思う。もう記憶ないの？大丈夫？記憶に関してはあまり白雪さんに言われたくないけどね。まだドラマ何回も見られるんでしょ？だいたい3年経てばすっかり忘れることが分かりました。2年だとちょっとダメでしたね。普通すっかりは忘れないけどね。すっかり忘れますね。全くの初心に戻って見られます。ちょっと羨ましいような羨ましくないような。